皆さんこんにちは。今日は第2回目の、山水会チャンネルであります。私は今日の進行を務めます衆議院議員の鈴木英慶です。山水会チャンネルは、日本戦略研究フォーラムの多大なご尽力を得まして、日々外交安全保障などについて勉強している有志の国会議員による山水会、これらで運営をしているチャンネルであります。今日はですね、その日本戦略研究フォーラムの副会長でいらっしゃいます島田元防衛事務次官にお越しをいただいて、安倍晋三総理の思いを引き継いでということでお話をいただきたいと思います。島田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段はね、島田時間で言うてるものですからですね今日は島田さんで行かせていただきたいと思います。この日本戦略研究フォーラムの最高顧問を、安倍晋三総理が務めていただいておりましたので、改めて安倍晋三総理の思いを引き継いでということで、安倍総理の秘書官を6年半ですかねにわたってお務めになられた島田さん、そして私も三重県知事の時からですね、 G7 伊勢志摩サミットをはじめ、安倍総理が私の政治の父でありますので、そういう思いを引き継いで、今日は少しお話をしたいと思います。前回第1回目がですね、本当に暑苦しいと言っていいのか熱いやつでありましたので今回も負けずに本当に思いを連ねてですね、紡いで、いい会にしたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いしたいと思います。じゃあ、島田さん、まずは、今日は安倍総理の思いを引き継いでということでありますが、このチャンネルのやってます山水会、この皆さんなどへの期待、そういうことなどについて期待って僕から言うのもなんか変な話ですけども、おっしゃっていただいていいですか。はい、ありがとうございます。これ2025年でですね、この山水会チャンネル、山水会自体はもうこの何年も前から本当にですね、これ志のある先生方がずっと勉強を続けておられたわけですが、今回こういう形でですね、その思いを直接、多くの方々にダイレクトに届ける、これはもう非常に画期的なことだなというふうに思っています。鈴木さんからご紹介いただきましたように、私安倍総理にお仕えをしていてですね、で安倍総理がやっぱり常々おっしゃっていたのは、安倍総理って実は全然国防族とかではないんですね。どちらかというとこの若い頃から社会保障のずっと勉強されていた、しかしやっぱり総理大臣になってですね、やっぱりこの国家を率いると、そういう経験をなされた、その結果としてですね、やっぱり自民党の中でやっぱり非常にこの国家のことを思いですね、そして将来を担っていく、中堅若手の議員の方々、これぜひですね、やっぱりこの安全保障防衛の問題をしっかりと勉強した上で、そして自分の思いを引き継いでほしいと、自分の後を継いでほしいと、そういう強い思いを持っておられました。そういう意味でこの山水会、これまさに鈴木さんをはじめとするですね、皆様が集っておられますが、これはまさに間違いなくですね、安倍総理の思いを継ぐこのグループだなというふうに思っております。こういうグループがますます2025年、活発な活動を始めるっていうのはですね、大変意義があることだというふうに思っています。本当にね、過分なお言葉をいただきましたけれども、この2024年どうですか、自民党に対してどうでしたかね。2024年ですね、確かに今年の話を始める前に去年のことを申し上げなければいけないと思いますが、これは大変率直に言えばですね、多くの国民の皆様はやっぱり自民党に大変失望した1年だったんではないのかなというふうに思います。ですので2025年はですね、まさにこの山水会チャンネルを通して、やっぱりこの自民党のですね、将来を担う皆様方が国民の皆様にこの思いをダイレクトに伝えていくと、そのためにはどういう政策を取ってですね、日本をこのよりいい国にしていくのか、そのための具体策、そしてどういう手段でそれを達成していくのかということをですね、しっかりと伝えていただければなと、それによって国民の皆様はですね、明るい気持ちになっていく、未来に向かって進んでいこうと、そういう一年になればいいなと思っております。ありがとうございます。本当にエールを送っていただきましてね、先般の衆議院議員選挙でもですね、自民党は何をやりたいのかわからないという声がやっぱりたくさんありましたから、我々としてはこの2025年、参議院選挙もありますけど、自民党はこれをやるんだと、で外交安全保障でこれやるんだとして
しかもこれは自民党しかできないんだということですね。しっかり申し上げていく、そしてこう力強い気持ちに、なっていただくような国民の皆さんが、そんな展開をしていきたいというふうに思っております。それではですね、島田さんが考えますこの2025年の外交安全保障、あとは経済安全保障とかも含めてですけども、それで動向でこう注目する点とか展望みたいなことについてお伺いをしたいと思います。先ほど来申し上げました通り、防衛時間をやっておられまして、本当にこの分野のプロでいらっしゃいますので、その島田さんから見られるですね、今年の外交安全保障などについて注目するポイント、展望、そのあたりについて聞かせていただきたいと思います。はい、これなかなか展望が難しい年なんだろうと思うんですね。これ多くの方がおっしゃるように、今年のキーワードはやっぱり非常に不確実な年になる。言い方を変えるとやはりこの分断、混迷、対立、こういったものにですね、カバーをされるような年になっていく。でともするとですね、我々はそういうものにこう右往左往してですね、どう対応すればいいのかと、非常にこの受け身の対応になりがちだと思いますけれども、こういう時にやっぱり必要なのはまさにこの山水会皆様が中心になってですね、日本がこの混迷の時代のリーダーシップを取っていくのだと、そういう決意を持ちですね、それを言葉そして行動で、表していく、それが非常に重要じゃないのかなというふうに思います。これはアメリカのユーラシアグループというイアン・ブレーマーさんという人が、率いるグループがですね、今年の重大リスクっていうのを発表してますが、その中でやっぱりトップのリスクっていうのはこの世界におけるリーダーシップの欠如だということだと思うんですね。でそういう中でやはり我々がリードをしていくのだ、そういう姿勢が重要ではないかと。で実際問題としてですね、これはおそらく世界の多くの国々が日本を見る目と、日本人がこの思っている日本の姿っていうのは随分差があるんじゃないかと思うんですね。なるほど、おっしゃるとおりですね。やっぱこの安倍政権以降ですね、この10年間、菅政権、岸田政権を経てですね、日本というのはもう本当にこの地域の平和、安全を守る上でもう中心的な役割を果たす国になってるんだと思いますし、多くの国はそれを期待をしてるんだと思いますね。それをしっかりと認識をして、取り組んでいくということが重要じゃないかというふうに思います。そういうこの今まさにおっしゃっていただいた通りで、あとそのなんていうんですかね、こういう不確実な時、変化が激しい時だからこそ、私地元が伊勢なんですね。伊勢神宮の大宮司とかがよくおっしゃるのは、変化が激しい時だからこそ何を変えないのか、変えないものは何なのか、それを大事にしなさいとよくおっしゃっておられました。この変わるものばっかりに目を移らせるんじゃなくて、何を変えないのか、それが大事だということをよくおっしゃっていただいたので、今島田さんの話大変よく分かりましたし、またこのリスクがリーダーシップの欠如っていうのがトップに来るっていうのも、このなかなか私も三重県の知事なんかをやらせていただいた経験から見て、非常になんか歯がゆい気持ちはするんですけど、でもそれが実際であると思います。で先ほど島田さんが日本にいるとなかなか実感ないかもしれないがっておっしゃってましたけど、この日本がこの多くの国のハブ中心になっている、なんかそういうものの安全保障とかで少し例みたいなのがあれば、取り組みとかですね、教えていただいてよろしいですか。そうですね、これまさにハブっていうのは自転車の車輪でいうとこの中心部分、まさに日本がですねこの10年間でこの地域の平和と安全のハブになっている。でこれ日本国内でもですね、実は目にする機会がありました。1月の12日日曜日でありましたけれども、千葉県の習志野演習場というところで陸上自衛隊の空挺部隊、これパラシュート部隊ですね、それが離島防衛の、今年初めての訓練をやったんですが、これに実は同盟国のアメリカのみならずですね、合計11カ国が参加をしたということがありました。これは我が国周辺のオーストラリアからフィリピン、シンガポールだけではなくて、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダってこれまさに、それから、オランダと、ポーランドといったようなですね、この NATO の国々も参加をして、でこれみんな空挺部隊、しかもですね空挺部隊の指揮官とかまさに部隊のトップが参加したんですね。単に参加しただけではなくてトップクラスが参加した、トップクラスが来てですね、で自衛隊機からみんなパラシュートで飛び降りると、それでですね単なるこれはそういう見せ物ではなくて、実際このまさに離島防衛っていうのをその11カ国で
訓練したんですね。これ離島防衛っていうんですから、その11カ国の何を見据えてるかっていうのは当然わかるわけですね。で彼らはですね、当然その防衛ですから、銃を構えてですね、その指揮官を先頭に、そして各国の旗をですね掲げたんですね。なるほど。日の丸を先頭に、まさにその横一線に11カ国の旗が並ぶ、これ非常に壮観な姿、まさにこのショーザフラッグではありませんけれども、まさにこの日本同盟国を知って同志国のですね、やっぱりこの地域の平和と安定を守る、国際秩序をですね断固として守る、力による一方的な現状変更は許さないということをですね、これ言葉だけではなくて、行動で表した、これはおそらく日本国内よりも他国で認識をしてるんじゃないかと思いますが、まさにこういうことを日本が担える、日本が声をかけることによってですね、これらの国が集まってきて、共にですね国際秩序を守ろうと、こういうことを引き続き重ねていくっていうことが重要じゃないかと。これはできたのはですね、やっぱりこれまでの蓄積があって、その大変なその資産だと思うんですね、財産だと思いますので、これをしっかりと使っていくことが重要じゃないかと思います。そうですね、やっぱりこういう、日本が中心となってその揺るぎない決意を示すことができた、覚悟を示すことができた、これも安倍総理がずっとその世界の真ん中でっておっしゃってきて、でその同志国同盟国とのこの連携を緊密にしてきた、そういうものの証左だと思いますので、それを我々もしっかり引き継いで、こういうことが引き続きできるようにしていかなければならないと思いますね。それではこれ実は今日少し次の話題に移りたいと思うんですけども、これ配信されるのは、トランプ大統領がですね就任する直前になろうかと思います。でやっぱり対米関係、トランプとの関係などについてここはお聞きしたいと思います。やっぱり安倍総理が、トランプさんとの関係を築いてきたことの中でいろんなこともあったと思うし、今後の、対米関係のこともあると思いますので、この辺りを少しお聞きしたいと思うんですが、まずトランプさんと安倍さんの関係とか、あるいはその島田さんが総理秘書官として見たこのトランプさんに関して印象に残っているエピソードとかですね、そういうのを少し教えていただいてよろしいですか。はい、これトランプさんまさに今回また大統領になられるので、なかなかちょっと差し障りがあるところがありますが、そういう中で私が非常にそのトランプさんとの関係で、個人的にも非常に印象が残りですね、ある種グッときたっていうのは、この拉致被害者のご家族とですね、面会をした時なんですね。これ実はその前にオバマ大統領も訪日した時には拉致被害者の皆さんと会ってるんですが、これちょっとオバマさんは悪いんですけれどもですね、非常に対照的だったんですね。まずオバマ大統領の時は、まさに安倍総理がですね拉致被害者の家族にぜひ会ってほしいと、やっぱりこの拉致問題解決にはやっぱり日本だけではなくて、やっぱりアメリカの力も必要だと、あらゆる手段を講じてですね解決をしていくと。でオバマさんなかなかと言わなかったんですね。結果的にはじゃあ15分間、迎賓館で会おうということになったんですが、15分間で、しかもその、こちらのやっぱりご家族はご高齢の方もいらっしゃるんで、日本側は椅子を置いて話をさせてほしいと言ったんですが、椅子はダメだってわけですね。椅子はダメだと。立ってと。でこれも申し訳ないなというんで、安倍総理はですね、もう日本でやるんだからね、もう置いちゃえと。なるほど。で我々置いちゃったんです。でそのまま進むかなと思ったらですね、これホワイトハウスの担当者がですね、血相を変えてやってきてね、お前ら何やってんだと、椅子を直ちにどけろと。なるほど、椅子はなしだと言っただろうと。で我々がそうで言ってもっていろいろ言ったんですが、そんなこと言うんだったらね、椅子を置いたままでは大統領はここには来ないっていうわけです。なるほど。そこまで言われるとですね、しぶしぶ椅子をどけて、しかもお前ら出ろと言って我々も出されてしまったんですね。非常に大統領と少人数だけでお会いになったということがありました。そういうことがまずあったもんですから、このトランプ大統領が来た時には、これは安倍総理が頼んだらもうそれはもう直ちに会うよとおっしゃって、確か45分、1時間近い時間を割いていただいてですね。オバマさんの時は15分でトランプさんは45分。45分。なるほど。でしかもちゃんと椅子を置いてですね、
これは一人一人まさにご家族の前に、トランプ大統領に座ってですね、トランプ大統領非常に大きいですけれども、本当にこの大きな体をこう丸めるようにしてですね、被害者のご家族の、手を取ってね、本当に親身にお話を聞いていただいた、あれは本当になんて言いますか、そういうその表面的な対応ではなかったと思いますね。非常に印象に残る場面でした。それはあれなんですかね、そのトランプさんご自身のその人間としての心の持ちようが、そういうお方なのか、やっぱり自分が信頼する安倍晋三という人からこの拉致問題というのは非常に重要なイシューで、拉致家族という大変大切な方々がいると、そういうことがしっかりインプットされていたので、そういう立ち居振る舞いになったっていう、それはどっちかなのか両方なのか分かりませんけど、その辺はどうですかね。これは両方だったんだとは思います。やっぱりこれ心臓にとって大事なのかと。で安倍総理はこれはもちろんそうだけれども、これは日本にとって大事なことなんだと言って分かったと。やっぱり同盟国の日本を非常に大事にしていただいたんだと思いますし、やっぱりそういう本当に若いですね、方々が北朝鮮に連れ去られていると、こういう悲惨な事実、まさにそういうその人たちのご家族のですね、この気持ちっていうのをおもんばかっていただいたんじゃないかなと。非常にお一人一人に非常に親身に対応しているのを見てるとですね、本当にこれは上辺の対応ではないなっていうふうに私は感情して、そういう意味で非常にグッときたなと。なるほど。で少しちょっと対米関係の話で、少し違う話題に行きたいと思いますけど、少し前になりますが、US スチールのですね買収中止命令を、バイデンさんが出したと、いうのがあって、少し訴訟とかこれからも始まりますし、政府もしっかり働きかけをするべきだと、私なんかは思っておりますけど、少しこの US スチールの問題、彼らは国家安全保障上の懸念というような言葉も持ち出してアメリカは来ています。この政権が変わってどうなるかっていうのもあると思いますけども、この US スチールの案件について島田さんのご見解とか教えていただいてもいいですか。私は実を言うと若い頃ですね、鈴木さんがいらっしゃった、当時通産省に出向して、この鉄鋼問題をですね、携わったことがあるんですが、ですので日本製鉄が US スチールを買うってすごいプロジェクトだなと思いましたけれども、しかし私のようなものが考えてもこれ経済合理性で考えればですね、これ非常にいい話じゃないかと、これがダメだっていうのはなかなか理解が難しい話だなというふうには思いましたしですね、思い起こしていただくと去年4月、岸田総理はこの国賓待遇で、バイデン大統領と会ってですね、あの時バイデン大統領はですね、日本以上に重要な同盟国はないとおっしゃったわけですね。なるほど。ところがその人が今回、米国の国家安全保障にリスクをもたらすと、日本が買うことがですね、非常に対照的だなというふうに思います。で実際これ各社の社説っていうのをですね、見てみると、朝日新聞なんかですね、看過しがたい米国の独善、毎日新聞信頼損ねる理不尽な判断、読売新聞は日米関係に禍根を残す買収劇、日経は US スチール買収措置は不当な介入だと、新聞各紙文書に口を極めてアメリカを非難をしているわけなんですが、これしかし私のようなこの安全保障の世界でずっと仕事をしてきた人間からするとですね、おかしいじゃないかというのはその通りだと思うんですが、一方でやっぱりこのアメリカの大統領がですね、やっぱり国家安全保障の問題を口にしたって非常に重いことではないかなというふうには思います。でやっぱりこれがですね、国家安全保障というもののやっぱり現実なんではないのかなというふうに思います。で同時にこの同盟関係というもののですね、現実、そこを我々はしっかりとやっぱり受け止める必要があるんじゃないかと。政治介入だってあるかもしれませんが、国家の安全保障ほどですね、これやっぱり高度な政治判断を要する問題はないと思いますし、これはまさに大統領とですね、あと鈴木さんがおっしゃったように日本政府、特にこのトップ同士で話すべきものが国家安全保障の問題だと
思うんですね。うんこれ少し残念なのはですね、これ今の日本政府のトップはですね、これ政府として言うべきことは言うけれども、基本的に企業と企業の問題だとおっしゃってる。これ一面の真実ではあるんですが、しかしやっぱり国家安全保障の問題をですね、企業対企業で話して拉致が開くとは思いませんので、やはりこれは本来は国家として、同盟国としてですね、話をもっと早くからしたら本当は良かったのではないか、実は水面下ではやられてたのかもしれませんし、経済産業省なんてのは相当な努力をしていたんだと思いますが、こうなってしまったっていうのはなかなか非常に残念なことではありますし、他方その現実を我々は認識をしなければいけないんではないかなというふうには思いますね。そうですね。私も1月6日に石破総理が伊勢神宮に来られて、その記者会見同席してたんですけど、企業対企業の問題だって、だからコメントを控えるみたいなのを最初言ったんで、ちょっともう椅子からずっこけそうになりましたけど、その後この懸念を説明してもらわなければならない的な付け加えられたんでね、良かったとは思いますけども、一方でそうなんですね、今島田さんおっしゃったやっぱりこれが安全保障の現実でもあり、この日米同盟に過剰に依存することができないということなのかもしれないと思いますが、安倍総理はやっぱりこういう大統領とかが重大な判断をするときにはコミュニケーションを取るとか、そういうことをされてたんですよね。これ安倍総理はですね、従来は日米同盟っていうとですね、非常に事務型同盟と言われた時代があってですね、双方のプロ同士が、なんとなくうまくやってきた時代が戦後長く続いたと思うんですが、今やそういう時代ではないと。日本がまさにアメリカのですね、非常に重要なパートナーでありですね、日本の判断、日本の行動がやっぱりこの地域の平和と安全のみならず世界のですね、平和と安全に大きな影響を与えるような時代になってきたと。であるからゆえに、これあらゆる段階で意思疎通を図らなきゃいけないんですが、やっぱり国家安全保障の問題となれば、それは最終的にはですね、大統領と総理である自分が話をすると。しかもですね、これやっぱり早い段階で、何度もですね、意思疎通を図ってですね、日米の齟齬があってはいけないんだと。これは日米の齟齬をですね、世界に見せることはやっぱり非常にマイナスであるから、これ自分が話すということをですね、常々おっしゃっておられましてですね。なるほど、そうですね。で少しちょっと話題あれですけど、アメリカの関係少し続けたい、最後一つの話題いきたいと思いますけど、島田さんが安全保障も生き物だっておっしゃった言葉をちょっと耳にしたものですからこの経済は生き物だって僕ら経済産業省だったんでね、よく言うたりしますけど、安全保障も生き物だってもう最近特にまさにそうだなっていうふうに思ったりもしますけど、どうですか、この安全保障も生き物だっていうその言葉からのこのアメリカの状況とか今後のお話とかいかがですか。これまさに安全保障っていうのは外の世界との関係ですね、日本国内だけを見ていたのでは安全保障の話っていうのはできないわけでありますが、これ私がこの安全保障は生き物だと言ったのはですね、まさにこの今や3年前になるんですかね、2022年に、決定された安全保障3文書で防衛力の抜本的強化をめぐってですね、これもう3年経つわけですね。で当時、この3文書を決めた時には確かにウクライナ侵攻は始まったばかりでありましたけれども、その後ですね、まさに3年間続いているしですね、その北朝鮮が派兵をしたりですね、またガザの問題当時はまだ起きていなかったわけですし、非常にあれ以降ですね、国際社会っていうのはむしろ大きくまた変動してですね、日本にとっての環境っていうのは厳しくなってきている。もうそういう中でですね、いやもう一回決めたから、もうビタ一文変えませんというのがここ数年のですね、日本政府のスタンスだったんですが、本当にそれでいいのかっていうことなんですね。これまさに経済は生き物だと、これはなんか割と多くの人がですね、そうだそうだと、これは典型的にやられているのは、毎年年末に予算を組みますけれども、夏から秋にかけるとですね、補正予算で必ずするわけですね。そうですね、もうすぐやりますね。すぐやります中小企業対策、物価対策、ドンドンドンってやりますもんね。しかも巨額なやります補正予算を組む。これに対してですね、安全保障はもう3年前に決めたから変えません。なるほど、非常に対照的じゃないのかなと思うんですね。なるほど、確かにそうですね。ビタ一文変えませんというのはね。なるほど。しかもこれは今の防衛計画でいうとですね、
作った時は1ドル108円で作ってるんですね。全く今とは経済環境が違ってますので、これ108円。108円。なるほど。これ別に防衛省自衛隊に108円にしてくださいと言ったわけじゃなくて、これ政府で108円と決めたんで、なるほど。その後のじゃあ経済変動はどうするんですかと。これドルベースでいうとまさにその数十%がある種、蒸発してるのと、同じような状況なんですね。それで当初考えていたその計画っていうのはどう考えてもその小さくならざるを得ない。そうですね。他方安全保障環境は悪くなってきた。でこの現実をですねどうするのかって。ビタ一文変えませんっていうのは国内しか見てない議論ですよね。やっぱり都市の世界を見てですね、ここはやっぱり勇気を持って見直すっていうのは必要ではないのかなというふうに思いますね。生き物だではあれですけど、そういえばなんかグリーンランドのこととかいろいろ出てきてますけど、そのあたりはどうですか。グリーンランドを、自分のものにしたいとか、あるいはパナマ運河を返せとかですね、これ一般の人からすると、何言ってんだという話だと思うんですが、それは確かにですね、国際常識には、どうしても合致しないことだと思うんですが、私は一つやっぱり非常に戦略的な課題がここには潜んでるんじゃないかと思うんですね。グリーンランドについて言うと、例えばこの米ロでですね、地球儀を上から見ると分かるんですが、仮にそのお互いにミサイルを撃ち合うような事態になると、これグリーンランドの上をミサイル飛ぶんですね。ですからアメリカは冷戦時代ずっとこのグリーンランドに監視用のレーダーを置いてきたわけであります。で冷戦が終わってからもういいのかなという時代になりましたが、今まさに、冷戦以上のまさにこの緊張状態になってきている時に、グリーンランドの戦略的価値っていうのはものすごく上がってきていると思うんですね。それからこれも冷戦時代にはですね、GIUK ギャップっていうのがあったんですけど、これグリーンランドアイスランドが UK、ユナイテッドキングダム、このラインってのはまさにその大西洋におけるですね、まさにチョークポイントとして重大な監視ラインだったんですが、これも今またその地域でロシアならず今度は中国まで行動するようになってきてるんですね。これは温暖化のせいで、北極の氷が溶けた結果ですね、北極航路っていうのが今できつつあるんですね。そうするとこのロシアだけではなくて中国もまさにこのアジアから北極を通ってヨーロッパに進出できるようになってきてる。そういう意味じゃこのグリーンランドの価値っていうのは冷戦時代に比べてもですね、大きく上がっているんだと思うんですね。そういう意味でそのグリーンランドを他国のですね影響下に置かれることは避けたいっていうのは、一つ戦略的には非常に重要なことだろうと思いますし、パナマについて言うとですね、これもアメリカの戦略で実はアメリカは長い間ですね、二正面戦略って言ったんですね。これ古くはナチスドイツと戦いですね、これ大日本帝国と戦った。で冷戦後もですね、東西2つの戦争が同時に起きても、同時に戦って同時に勝つっていう戦略を取ってたんですが、トランプ政権、一次政権の時にこれやめて一正面に変えたんですね。これはもう中国に、専念するんだ。ところがバイデン政権になって、ウクライナ戦争が起きですね、ガザの紛争が起きといって、あるいは中東ヨーロッパでですね、非常にその環境が悪くなってきていると。じゃあこれ二正面に戻すかっていうと、アメリカの今の国力からするとですね、これ戻すのは非常に難しいんだと思うんですね。そうするとこういう世界の中で一正面戦略でいくと、そうすると臨機にですね兵力を振り回す上でやっぱパナマ運河ってものすごく重要なわけですね。パナマ運河の航行の自由がこれ損なわれたりするとですね、これアメリカの国家安全保障上やっぱり非常に重大な支障が生じると、そういう意味でもこれはトランプさんの手法はともかくとして着眼というのはですね非常に戦略的なところがあるんじゃないかというふうには思いますね。そういうところしっかり我々としても心して見ていかないといけないですね。じゃあちょっと今日は安倍総理の思いを引き継いでということで、あと最後2つお話聞きたいと思いますけど、1つはちょっと防災についてですね。やはりリーダーシップっていう観点でやっぱ安倍総理と卓越した方でいらっしゃいました。その防災本当に非常に実は安倍政権下でも多くの災害があったと思うので、その危機管理など非常に的確にこなされてリーダーシップを発揮されてたという、私当時地方自治体の首長ですけれども印象を持っておりますけど、この防災のことリーダーシップということについていかがですか。これはまず2012年のですね政権交代の時に
強くおっしゃってたのは、まず福島のはい復興なくして日本の再生なしということを非常に強くおっしゃってですね、これ総理在任中ほぼ例外なくもう毎月福島に行ってですね、この復興の状況を確認して、うまくいってないとするとですね、これ何が問題なんだと、そこで聞いて、で総理がまさにじゃあその詰まっている問題を解決するような、指示をすると、そういうのを繰り返してきたんですね。で安倍政権の時にもまさにいろんな災害がありました。地震もありましたし、はい大雨もありました。でそういう時にはですね、これまさにその指揮官先頭ではないですけれども、もちろん司でしっかりやってくれる。でこれ日本のやっぱりこの警察消防海保で自衛隊、この現場力っていうのはもう世界に冠たるものだと思うんですね。でそれをいかに有機的に活用するのか、その司令塔機能が大事なんですが、各省にまたがりますので、それ総理大臣じゃないと最終的にはその指揮ができないわけですね。ですから安倍総理はどういうやり方をやったかというと、まさに総理執務室にですね、こう各省のプロを呼んでですね、報告をさせると、頻繁にですね、特に初期の頃はもう1日2回とかですね、3回呼んでどうなってるんだと、進捗状況がどうなってるんだと報告させて、一箇所だけ呼ぶとですね、また他人のせいにしたりするからですね、みんな呼んでですね、どうなってんだと。でそこで問題点を共有して、じゃあこういう解決策を取ればいいんだなと。でこれはどこの省庁がやるべきなんだ、はっきりさせて、じゃあやれと指示をすると。責任者を明確にして指示をすると。それは俺がちゃんと責任を持ってやるからなるほど実行しろと。なるほど。でまた次翌日になるとどうなったかと、進捗したのかと、してなければ何が障害なんだ、でそういうのをですね繰り返してるんですね。でこれがやっぱり非常に重要だと思います。やっぱり災害の時のようなやっぱり時間のない時にですね、しかもこれはもう全省庁で対応しなければいけない、これはやっぱり有機的に対応するためにはやっぱりトップのリーダーシップってのは非常に重要だと思いましたね。これはですね、これは残念ながらやっぱりなんか箱物を作れば解決する問題では絶対にないと私は思いますね。そうなんですよ。だから僕なんかは、防災庁の議論が総裁選で出てきた時に、僕は小林孝之さんを応援してたんですけど、そのやっぱり屋上をこう課すようなことになったり、その最終決定者、意思決定権限者の総理と現場がうまくつながらないようなことになったら絶対ダメだと、いうことなんで、これから防災庁の議論をやるにしてもですね、その総理のやっぱりリーダーシップ、指揮命令と、そして日頃からいろんな人たちと付き合っている現場力、そういうものが失われないような機能のものにしないと、本当に大事な現場力とかも宝の持ち腐れとかに、なってしまいますよね。確かにこの危機管理ってやっぱり場数を踏むっていうのは大事だと思いますので、危機管理のプロを増やすっていう点はですね、非常に重要だと思いますね。なるほど。今やっぱり日本の役所だとですね、通常の人事ローテーションで2年とか3年で他の部署に行ってしまって、こういう危機管理のノウハウがなかなか蓄積されないっていうところがありますので、そういう点を強化するっていうのは大事だと思いますが、危機の時にそこの組織に任せればですね、やってくれるような組織を作るっていうのはそれはもうおよそ無理だろうなというふうには思いますね。おっしゃるとりですね。じゃあ最後の話題に行きたいと思いますけれども、サイバー安全保障について少し最後行きたいと思います。年末年始もですね、DDoS 攻撃をはじめ、基幹インフラ事業者とかにかなりのサイバー攻撃が我が国にもあって、いろんなシステム障害とかも発生した。で一方で今年の通常国会の最も重要な法律の一つがサイバー安全保障の、ACD はじめですね、を規定する法律になってくると思いますが、これからの、サイバー対策全般とかの ACD 含む今回のサイバー安全保障の法案、このあたりについての柴田さんの考え方教えていただいてよろしいですか。はい、これはもうようやく、まだ国会出てないんで、出るということは信じていますけれども、ようやくただその中身がどうなるかっていうのもですね、少し心配をしているところでありますが、というのはやっぱりこのサイバーの問題っていうのはまず現状においては、主要国に比べて大きく立ち遅れているんだと思うんですね。これ非常に不思議なんですけれども、このサイバーの問題っていうのはですね、やっぱり日本にとっては他国以上にですね、非常にこれは重要なんです。というのはやっぱりこの安全保障とかこの防衛の世界でいうと、日本ではですね、幸いにしてというか紙面を海に囲まれてるからですね、なかなかそのダイレクトに他国の侵略攻撃を受けたっていうことは歴史上ないんですね。あまり。一つは
かつてモンゴルが攻めてきた元寇っていうのがありますし、あとはまあ第二次大戦でアメリカの占領を受けた攻撃を受けたっていうのがありましたけれども、それ以外は割とこの本土に直接侵害が及ぶっていうことはなかったわけでありますが、これサイバーというのはもうまさにこの国境がないわけでありますし、ですのでやっぱ数千年来日本を守ってきたですね地理的な条件というのは失ってしまう、そういう意味で安全保障上はですねこれは他国以上に深刻な問題なんだろうと思います。しかも従来の戦闘であればですね、伝統的な戦闘であれば自衛隊が前面に出てですね、しかもそのプロ同士の戦い、攻撃するのは相手の例えば戦車であり戦闘機であり艦艇であると、で国民をしっかり守ってということだと思いますが、このサイバーの世界でいうとですね、まずサイバー空間自体がこれ民間に作られている人工的な空間なわけですね。でなおかつその攻撃対象っていうのはまさにその、今年になってからもですね金融機関に対する攻撃などもありましたけれども、金融とかですね、鉄道とか航空とかですね、医療とか電力とかですね、まさにそういう重要インフラ、基幹インフラが攻撃される、まさに民間が攻撃対象になる。なるほど。ですからこのサイバーの世界でいうと、まさに従来の伝統的なこの安全保障っていうのは国家対国家だったわけですが、今や国家対民間企業、さらには国家対個人になってくるんですね。非常にこのパラダイムが変わってきている、ところが現状においては、自衛隊はですねこういう民間のインフラをですね、サイバー攻撃に対して守ることができないんです。なるほど、そういう権限がないと。これぜひですねこの法案を作ることによってですね、アクティブサイバーディフェンスだけではなくて、自衛隊もちろん警察との連携も大事だと思いますが、そういうそのミッションをしっかりと与えてですね、この日本の重要インフラ国民のこの安全をですね、自衛隊のみならず警察も含めてこのサイバー能力を強化をしてしっかり守る、これは本当にですね急務だというふうに思いますので、ぜひ今国会提出をしていただいて必ず成立をさせていただきたいなと。これ法案ができたらすぐにできるわけじゃなくて、それに基づいて今度は能力を構築していかなければいけませんので、人材の養成もありますので、やっぱ法案とにかく一刻も早く成立をさせていただきたいと、よろしくお願いしたいと思います。いや本当に僕もサイバー長く携わってきたんで、今回非常に期待をしておりますのと、例えばこう実際の運用のところにおいてはですね、その警察官の職務執行とその警察権的なところと、で本当に自衛隊が登場しなければならないところとのこのシームレスにどういくかとかですね、そこの判断とかですね、そういうあたりが非常に難しく実際の運用としてはなってくるんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。いやそこはですね非常に私もポイントだと思いますね。これまさに物理空間とかであるとですね、まずは警察が行って、どうも警察力ではかなわないと、なんかすごく大人数だとかですね、ものすごい強力な武器を持っていると、じゃあそこから閣議決定をして自衛隊が出ていくと、こういう仕組みになってるんですが、サイバー空間の場合はそんな悠長なことをやっていられませんので、やっぱり従来のその警察と自衛隊の役割分担というのは、それは基本はあるんでしょうけれども、何か警察がやってダメだったら自衛隊をしかもなんか閣議決定して、そんな仕組みではですね、予想役に立たないと思いますので、いかに今まさに鈴木さんおっしゃったように、この国家の持てるそういう能力をですね、シームレスに使えるのか、ここが非常に重要だと思います。ですから従来なかなか自衛隊はですね、最後の最後にならないと出ていかないっていう仕組みがいいのかどうかっていうのは、これよく議論していただいた方がいいんじゃないかと思いますね。そうですね。なのでその現場のその運用と、それから今回の法律でおそらくサイバー安全保障担当大臣を置くっていうことになろうかと思いますけども、これをどういう今のそのさまざまな役割がはまっている大臣との関係でどういう人にはめていくのかとか、その今だとこの一応法案担当はデジタル大臣にそのサイバーディフェンスははまっていて、でも本当だったら国家公安委員長のその大臣とかがいいのかとか、いろいろあると思うんですけど、こういう担当大臣の設定も非常にこれから特に最初は組織を立ち上げていったりする時は難しいでしょうね。難しいと思いますね。これ今サイバーの議論しているので、なんかサイバーっていう感じでね、じゃあサイバー担当を誰にするかって議論になるかもしれませんが、リアルワールドを考えれば、サイバー攻撃と物理的な侵害っていうのは同時に起きてくることがあるわけですね。
これウクライナを見ても最初はサイバー攻撃でしたけれども、引き続きサイバー攻撃もやりつつ、物理的な攻撃も行われている、まさにそのトータルの侵害にですね、どうこの最も効果的に対応するのかっていうのが非常に重要じゃないかなと思いますね。そうですね。だからそういう閣僚のあり方みたいなのも変わってくるかなと思ったりもしながら、非常に重要な問題なんで、これから我々ね成立期して頑張っていきたいと思います。それでは少し、まだまだ話し足りないところもありますけれども、時間となりましたので、島田さん本当にありがとうございました。安倍総理の思いを引き継ぐと題しまして、2回目山水会チャンネルやらせていただきました。どうかまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をして次回以降もご覧いただければと思います。それではまた次回もよろしくお願いします。今日はここお願いします。ありがとうございました。